日本では5月6日、福島県の磐越道で、北越高校ソフトテニス部の部員が亡くなり、20人が重軽傷を負った事故、マイクロバスを貸した出害者と借りた高校の意味が違うと言ってますが、どっちがそうとか水かけ論。そこら辺はもう警察が決めるんじゃないですかね。医療機関で認知症と診断された人が免許更新で認知機能検査に合格したら普通に免許が更新され運転もできるという今の現状をどう思いますか？年齢でもう免許取れなくした方がいいと思うんですよね。原付だと16歳以上で取れるんですけど、自動車の場合って18歳以上しか免許取れないんですよ。能力としては別に16歳でも車運転できる能力あると思うんですけど、18しか取れませんよと。なので85とか80とかもうそれぐらいから免許返納を義務化しちゃった方がいいと思うんですよね。若い人も事故ってるから、じゃあその高齢者から免許取り上げるんだったら若い人の免許も取り上げるべきだっていう人もいるんですけど、そういう人たちが出してるデータって原付を含んだデータなんですよ。死亡事故一番多く出してるのって16歳から19歳なんですよ。16歳から19歳って、16から18までは車に乗れなくて原付とかバイクに乗って事故って死ぬっていう話で、なので自動車で行くとなんだかんだ言って高齢者が一番人してるんですよね。若い人が荒い運転をしました。でもその後年を取って20代30代になるにつれて危険な運転というのをしなくなり、事故率はどんどん下がっていくんですよ。でも高齢者っていうのは基本的に事故率は上がる一方なんですよ。危険な運転をしたから事故るではなく、認知能力自体が下がるので、見えてないとか、ブレーキの体が動かないとか、ブレーキ踏んでると思ったらアクセルだったとか、体の機能自体の衰えによって事故率が上がってるので、年々事故率は上がっていくんですよ。なので、75歳と80歳でも事故率全然違うんですよね。っていうのがあるので、高齢者に関してはもう一律の年齢でもう運転できませんっていうのをした方がいいなと。それはなんでかというと、16歳はだって、原付を運転できる能力があって、交通ルールも分かってるけど、18までは自動車運転できませんっていうルールじゃないですか。なので、ルールとして85歳以上は運転できませんとか90歳以上は運転できませんっていう風にした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。高齢者の人がなぜそういう事故が起きやすいのかっていうので、肝臓の機能が弱くなってくるので、薬の代謝能力が下がるっていうのもあるんですよね。若い人が睡眠薬を飲みました。だいたいじゃあ6時間効く睡眠薬ですっていうので、6時間後に目が覚めました。で、そこの睡眠薬の成分っていうのも肝臓で分解されてるんですけど、高齢者の場合は肝臓の分解性のが下がってるので、6時間の睡眠薬を飲んだとしても、実は睡眠薬の成分が体内の血流に残り続けていて、12時間後とかでも微妙に眠いっていうのがあったりするんですよ。いや、別に睡眠薬なんか飲んでねえよっていうんですけど、風邪薬って睡眠薬と同じような成分が入ってるんですよ。なので、昨日の夜に風邪薬を飲みました。で、次の朝はもう風邪薬の眠くなるような成分っていうのは、若い人は一切残りません。でも高齢者の場合は、それがうっすら残り続けてる場合があるんですよ。風邪薬で1日3回飲んでください。これ若い人は1日3回の6時間 ×3 で全部分解されます。なので飲み終わってから12時間後何も残りませんなんですけど、高齢者の場合は分解性能が低いので、6時間ごとにちょっとずつ薄く成分が血流の中に残って、3時間ごとにそれが足されるので、血流の中に風邪薬の成分がずっと残り続けてるっていうパターンもあるんじゃないかっていう話をして、それはそうだろうなっていうのもあったりするので、高齢者自体の認知能力が下がるというだけの問題じゃなくて、なんだかんだ言ってやっぱ高齢者になると持病の薬とかっていろいろあったりするんですよ。血圧を下げますとか。血圧を下げるというのも、やっぱり血流をある程度抑える薬だったりするんですよ。でそれが日本の薬の場合って、20歳の青年男性と80歳の青年男性が同じ量飲まされたりするんですよ。成人は1錠みたいな。それって150キロのやつと40キロの高齢者で分解性能全然違うでしょっていう話なんですけど、でも1人1錠みたいになっちゃったりするんですよね。っていうのもあったりするので、高齢者が事故を起こってしまうっていうのは本人の能力以外にもそういうところもあったりするっていうので、そりゃ80の人に運転させちゃダメでしょ。免許返納させてんだからって僕は思いますけどね。27歳男です。車を運転していて1車線の対面通行の時遅く走って複数車線になった時に飛ばす方がよく言いますが、どういう心理なのでしょうか。よくわかりません。煽り運転される方もする方も問題あると思います。りょうきさんの考え聞かせていただけたら幸いです。ゆっくり走ってることに対してストレスを感じる人っていうのがいるんですよ。対面通行なのでそんなにスピード出せないよねっていうので、複数車線になってバッてなって、もうここは安心してスピード出せるってなると、アクセル踏みたくなっちゃうっていう人がいるんですよ。自分が気持ちよく走れる速度っていうのが人によって違ってて、運転始めたばっかりで軽自動車に乗ってる人だと、40キロぐらいが一番気持ちいい速度なんですよ。
でも割とスピードが好きな人だと80キロぐらいが気持ちいい速度だったりするんですよね。法定速度の話は気にしないでください。なので気持ちいい速度が人によって違ってて、でずっとその本来は60キロぐらいで走りたいけど40キロで走ってますって人はやっぱストレスずっと溜まってるんですよ。で車線が開いて60キロの制限になったらもう一気に加速したいんですよっていうストレスを解消するっていう行動があるんじゃないかなと思うんですけど、ちなみに僕は基本めちゃめちゃ安全運転派なんですよね。東京はアメリカにいる時だけアホみたいにすると踏みますね。アメリカってアホみたいに車がいなくて、アホみたいにまっすぐな道があるんですよ。見てる限りずっとまっすぐです。対向車線もほとんどいませんみたいなのがあったりするので、そういうとこになると限界までアクセルを踏んで200キロ近くとか出して面白いとかってなっちゃうんですけど、日本で暮らすときは基本法定速度以内でしか知らないです。だって狭いし、短いし、何が起こるか分かんないじゃないですか。そういう意味でいくとやっぱアメリカを運転してて楽しいですね。今から運送業に行くのは未来ありますか？ブラックなイメージと10年後は自動運転になるイメージです。今から多分短くて長くて10年ぐらいは運送業食いっぱがれることはなくて、むしろ結構稼げる仕事だと思います。今運送業の人全然足りてないので。自動運転にアメリカは多分10年以内になるでしょう。日本はね、ならないんじゃないかな。自動運転で事故を起こして死んだ時に誰の責任にするかっていうのが日本はね決まらない気がするんですよね。で、アメリカの場合は多分テスラはじゃあ俺払うよっていうのになる可能性があるんですよ。アメリカの場合ってめちゃくちゃ金集めて、でも保険を作って自動運転の合法な自動車会社はテスラだけですってなっちゃったら、そっちのが利益あると。仮に10人いますと。で、1人当たり1億円ですってなったら、じゃあ毎年のコスト10億でいいなら全然俺ら払うよっていう計算が立つ国なんですよ。多分ね、100人死んで1人1億円でも年間100億人だから、でもそれで自動運転他の会社はやれなくてテスラだけ OK ってなったら全然いけるよねっていう計算が立っちゃう国なんですよ。で、これ中国もそうなんだけど、日本は無理だと思うんだよね。トヨタが毎年自動運転で10人してますってなったら、多分社会的にすげえバッシング食らうと思うんだよね、日本は。普通に人間が運転することで年間に3000人ぐらい死んでんのね、日本だけで。自動運転にすることで死ぬ人間は絶対的に減るんですよ。これ間違いないんですよ。自動運転も人を起こすんだけど、人間の方がより多くするんですよ。でも多分人間が人間を起こるのはもう今更年間に3000件とか起きてるからニュースにならないんだけど、トヨタの自動運転の車が人を起こしたらもう日本中ニュースですよ。ワイドショーですよ。死んだ人の遺族とか出て、お父さんがトヨタの車に来たとかってなって、トヨタひどいみたいになって、トヨタ不買運動とかトヨタの CM を出してるようなテレビ局いかんなものかって騒いだりみたいなこと多分なっちゃうんですよね。で、その間にテスラが淡々と売り続けるんですよ。トヨタがバッシングされてる間にテスラ淡々と世界中でテスラ車を売って、イーロン・マスクとかがテスラの上で年間に世界中でね、1000人されてるんだって言うんだよ。うん、そうだよ。多分ね、言うんすよ、イーロン・マスク。でもそれは本来であればこの距離を走ったら、世界中のテスラの自動車が走った距離を換算すると、人間が運転していたら多分1万人死んでいたと。でもこれが自動運転にすることで1000人に減ったわけだから、人類社会にとっては得であるっていうのをイーロン・マスクは言うタイプなんですよ。これでもね、トヨタの車掌が言ってもね、日本社会は許容しないんですよ。っていうところなので、僕はね、日本は自動運転は結構遅いんじゃないかなと思ってるんですよ。こういうところがなんかね、日本が多分今後も貧しくなるんじゃないかなっていう感じのところです。絶対そんなことないよってさ、みんな思わないじゃん。まあそういうこと起こりそうだよねって皆さん思うでしょ。ここら辺がね、やっぱ日本のこの将来性のなさを薄々みんな、堀江さんはね、テスラの自動運転の方が全然いいじゃんみたいな。自動運転で10人ぐらい死ぬんだったらもっと減ってるから全然いいじゃんになるんだけど、これもね、堀江さんが言ってる炎上するっていうパターン。なので、日本人は基本ね、気持ち主義なので、責任を取りたくない。責任取らないですよね。ここまで言って大丈夫です。なんとか日本はなりますよってさ、思わなくない？ここら辺がだからね、日本って多分、そういう感じの国だよねっていう。僕なんで笑いながらいるかっていうと、日本にいないからかもね。いやだから結局長期的には日本って結構きついよねっていうのがこういうところにも現れてて、それをなんとかしなきゃいけないって思ってる人が少数派なんだよね。なんとかした方がいいよねって思ってる人は結構いると思うんですよ。なんとかした方がいいよねとなんとかしようって違うんですよ。なんとかしよう、これを変えようっていう人が 51% になったら構うんだけど、
日本の場合って変えた方がいいよねと思ってる人が7割だったとしても変わらないんですよ。夫婦別姓の問題がアンケート取るとね、7割ぐらいね、結構どうでもいいから変えたらってなるんですよ。でも、夫婦別姓問題を解決しようとして動く国会議員は51% いないんですよ。夫婦別姓とはなんか戸籍が壊れるとかわけのわかんないこと言ってる人たちっていうのを相手にするのめんどくさいからほっとこうみたいな。っていうのがね、すごいこう日本らしいなと思うんですけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。